フヨドル・ドストエフスキ、農戦848年の初期作品であり、実際には他人の妻と別戸の下の夫という2つの別々の部をドブイール、短編喜劇からなるこの結合された物語は、作家の才能がコメディとファルス、グロテスクな喜劇の分野でいかに優れていたかを示す稀で輝かしい一例です。この作品はドストエフスキが後の作品で深く掘り下げることになる人間心理の暗い深淵に、今回は悲劇のレンズを通してではなく、使徒が人間を陥れる不条理で滑稽な状況を中手的な窓からのぞき込みます。物語は終始し誤解、誇張された疑念、そして一連の喜劇的な偶然に基づいており、息もつかせない展開で進みます。トゥジュ人物たちの内面、世界は彼らの悲劇的な苦悩よりも自らが作り出した喜劇的な妄想を通して描き出されます。物語の第一幕、他人の妻はサンクトペテルブルクの凍えるような寒さの中、あるアパトの前で凍えそうになっている毛皮の街灯を着た立派な紳士イワン・アンドレエビッチの不安げな待ち時間から始まります。イワン・アンドレエビッチは培養的なまでにしとどぶ深い夫です。彼は妻のグラフィラーが自分を裏切っていると固く信じており、その瞬間、妻がそのアパトの一室でボボニドフかボボフという名で舌足らずな話し方をすると信じている男と会っていると確信しています。彼は何時間も寒さの中で待ち続け、自己恋愛に浸り、妻に呪いの言葉を吐いています。彼のこのアウェーリな待ち時間は、彼のそばに近づいてきたもう一人の若い男によって中断されます。この若い男もまたイワン・アンドレ・エブイチと全く同じように不安げで疑り深く、そのアパトの前で誰かを待っているのです。この瞬間から二人の死闘深い魂の間でパラノイアと誤解が育んだ天才的な対話が始まります。二人は互いが何者であるかを知らず、それぞれが相手が自分の妻の愛人であると疑っています。イワン・アンドレービッチは若い男があの有名な舌足らずのボーボニドフかもしれないと疑い、一方若い男ハイワン・アンドレーブイチが自分の妻を王とし置いた裕福な遊び人だと考えています。彼らが互いに交わすすべての問い、得るすべての答えがその疑念をさらに深めます。どなたをお待ちかねですかという問いは、あなたに何の関係があるという答えで返されます。彼らは互いを競争、相手敵とみなしていますが、実は同じ運命、すなわち嫉妬深い夫という運命を共有していることには全く気づいていません。彼らの対話は、イワン・アンドレービッチが探している愛人が舌足らずであるというしつこな考えを明かしたことで風樹里の頂点に達します。彼は若い男に舌足らずかどうかを試すために333のような言葉を繰り返させようとします。若い男はこの奇妙な要求を自分をからかっているものと解釈し、さらに怒りを募らせます。彼らは互いに侮辱を浴びせ、次には運命共同体だと思い込んでみの上相談を始め、その直後には再び互いを疑い喧嘩を始めます。この対話は使徒がいかにして人間の精神を非論理的でパラノイア的で滑稽な妄想を機械へと変貌させるかの完璧な描写です。彼らは互いに、あなたの奥さんの名前はアマリアですかと問い、フータリ友達がと答えますが、それでもなお同じ女性、すなわち他人の妻を追っているという疑念を捨て去ることができません。物語のこの最初の部分は何一つか意決しないまま、二人の男がいまだに同じアパートの前、
で自らのも相当寒さの虜となって待ち続けるところで終わります。物語の第2部、そして真の喜劇の嵐が吹き荒れるベッドの下の音では、焦点は完全にアイヴァン・アンドレービチュへと移ります。彼は未だに妻グラフィラを追跡しています。オペラのボックス席で若く美しい女性が見知らぬ若い男とささやき合っているのを見て、彼はこの女性が変装した自分の妻であると完全に思い込みまし。オペラの後、彼はその二人組を追いかけ、彼らが入っていった家へと忍び込みまし。彼の目的は彼らを現行犯で捕まえることのです。しかし家の中に入ると、一瞬のパニックから寝室の大きなベッドの下に隠れてしまいます。ベッドの下の暗く埃っぽい世界で、イワン・アンドレーエビチを人生最大の驚きの一つが待ち受けていました。ベッドの下には彼一人ではなかったのです。そこには彼より先に隠れていたもう一人の若い男がいました。イワン・アンドレービーチが恐怖と好奇心を持って出会いったこの男こそ、実はその家の若い妻の本当の愛人だったのでした。イワン・アンドレービーチは全く剣と内外の家、剣と内外のフティの現場の真っ只中に落ちてしまったのです。彼はもはや探偵ではなく共犯者であり証人という立場にありました。この時点から出来事は古典的な寝室ファルスへと変わります。その家の主人である死闘深いオットが帰ってきます。別土の下の2人の男は息を殺して待ちます。イワン・アンドレーブイチは自らの死闘の苦しみをつかの間忘れ、この新しい状況の指導者として自らを見なします。隣にいる若く経験の浅い愛人は恐怖でどうしてよいかわからない状態ですが、イワン・アンドレ・エビチは彼にささやき声で助言を始めます。くしゃみが出そうか、絶対にするな。ズボンの裾を靴下に入れろ、くすぐったさが紛れるぞ。といった滑稽な助言をします。彼はもはやベッドの下のオットではなく、ベッドの下の刺繍です。自分の妻を捕まえたいという欲望は、この不条理な状況から最小限の損害で抜け出したいという努力へと変わっていました。家の主であるオティートはベッドの下に誰かがいるのではないかと疑います。彼はベッドの下を覗き込み、若い愛人を見つけます。乱闘が始まり、妻は気絶した。不利をし、場は一瞬にして混乱に陥ります。この大騒ぎの中、イワン・アンドレーブイチは誰にも見られずに張って部屋から出ようとします。しかし、まさにドアから出ようとしたその時、家の女中に気づかれ、足首をつかまれてしまいます。今や家の囚人の前には別土の下から出てきた2人目の男がいます。これは状況の不条理さを耐え難いレベルにまで引き上げます。イワン・アンドレービチは自分が何者でなぜそこにいるのかを説明しようとして、さらに深みにはまります。彼は自分を医者だとか家族の友人だとか偽ろうとしますが、その嘘はどれも状況をさらに滑稽にするだけです。ついに家の者たちの呆然とした視線の中、一瞬の隙を見て彼は命からがら外へと飛び出し、夜の闇に消えていくのでした。物語の結末はこの狂乱の夜の後に訪れる究極の皮肉で締めくくられます。イワン・アンドレーブイチは汗と泥にまみれ、屈辱を受け、疲れ果てて自分の家へと駆けつけます。彼は妻グラフィラーと対峙決し、彼女に問い詰める準備ができていました。しかしドアを開けると、彼は妻が最も穏やかで最も無垢な様子で肘掛け椅子に座り、静かに何かを読んでいるのを見つけます。グラフィラはその晩、家から一歩も外に出ていなかったのです。イワン・アンドレービチの何時間にもわたる追跡、
オペラでの疑念、別途の下でのあの強風と冒険に満ちた瞬間、その全てが彼自身の使徒深いな精神が生み出した作り話、彼自身が想像した妄想に過ぎなかったのです。彼は一晩中他人の妻を追いかけ、別途の下の夫となりましたが、自分の家の状況については全く無知だったのでした。ドストエフスキーはこの最後の場面をもって、使徒が単なる感情ではなく、人間を自らの現実から引き離し、自らが作り出した喜劇の最も悲劇的で最も滑稽な囚人公へと変貌させる一種の精神病であることを巧みに示すのです。